はい、皆さんこんにちは。はかるかなです。今日は消防設備士試験で絶対に押さえておきたい火災感知器について徹底解説していきます。感知器ってたくさん種類があって覚えられない、設置基準の数字がごちゃごちゃになる、そんな悩みありますよね。大丈夫です。今日この動画を見れば感知器の本質がすっきり理解できて、試験の問題もサクサク解けるようになりますよ。それでは早速始めていきましょう。火災報知設備の本質。まず最初にすごく大事なことをお伝えします。火災報知設備っていうのは建物の神経系なんです。皆さんの体を想像してみてください。手を火に近づけたら熱いって感じますよね。それって皮膚のセンサー、つまり感覚器が熱を感知して神経を通じて脳に伝えて危ないって判断するからですよね。建物も全く同じなんです。感知器は感覚器官。火災という異常を最初に検知する目や鼻のような存在です。配線は神経、信号を伝達する経路です。受信機は脳、正確な情報を受け取って的確な判断を下すことができます。この3つが完璧に連携して初めて建物は火災から人々を守ることができるんです。だから感知器の勉強って実はめちゃくちゃ重要なんですよ。なぜ早期発見が命を救うのか。さて、ここでちょっと真面目な話をしますね。火災って実は時間との戦いなんです。スライドを見てください。火災には3つのステージがあります。初期段階、これは火災発生から3分までです。小さな煙や熱が発生します。この段階で感知器が作動すれば避難に必要な時間を確保できます。成長期、これは3分から5分です。炎が拡大し、煙が充満します。避難が困難になり始めます。最盛期、これは5分以降です。炎症が急速に進み、人命救助が極めて困難になります。つまり、感知器の役割は生死を分ける数分間を確保することなんです。だからこそ、正確な設置、正しい選択が求められるわけですね。試験でもなぜこの場所にこの感知器を設置するのかという本質が問われます。丸暗記じゃダメなんです。理由を理解すれば応用問題も怖くない。火災を捉える3つのアプローチ。じゃあどうやって火災を検知するのか。実は3つの方法があります。1つ目、熱感知器です。火災による温度の変化をキャッチします。例えば料理中にフライパンから油が発火したら周りの温度が急上昇しますよね。それを感知するのが熱感知器です。天井に熱がこもりやすい場所、厨房やボイラー室で効果的です。2つ目、煙感知器です。火災初期に発生する煙の粒子を検知します。多くの火災って最初は煙からなんですよ。煙火災に特に有効で、一般的な居室や廊下に設置されます。ただし注意点があります。湯気やホコリを煙と間違えて誤作動することがあるので、設置場所の選択が超重要です。3つ目、炎感知器です。炎が発する特有の紫外線、赤外線を直接検知します。天井が高くて熱や煙が感知器に到達する前に拡散しちゃう場所、体育館や格納庫で活躍します。あと可燃性液体を扱う場所なんかでも使われますね。この3つそれぞれ得意分野が違うんです。だからどの場所にどの感知器を配置するかが試験のポイントになります。熱感知器の仕組み、作動式と低本式。じゃあ熱感知器を深掘りしていきましょう。熱感知器には大きく分けて4つのタイプがあります。まず作動式です。温度の上昇率が一定以上になった時に作動します。イメージとしては急に熱くなったぞ、火事だって反応する感じです。スポット型と分布型、これには空気感式と熱伝体式があります。スポット型は天井に取り付けるよく見るやつですね。分布型は配管を這わせて広い範囲を監視できます。次に低温式です。周囲の温度が一定の温度に達した時に作動します。バイメタルという温度で変形する金属を使っています。
設定された温度で確実に作動するシンプルな構造が特徴です。3つ目、保証式です。作動式と低温式の両方の機能を持つハイブリッドタイプです。どちらか片方の条件を満たせば作動します。4つ目、アナログ式です。温度情報を連続的に監視して設定値で信号を発する最新型です。リアルタイムで状況を把握できるので誤作動も減らせます。さて、ここでスライドを見てください。作動式スポット型の仕組み、面白いんですよ。通常時はダイヤフラム、つまり薄い膜の両側の圧力が釣り合っています。でも火災時、急激に温度が上がると空気が膨張してダイヤフラムが変形します。それが接点を押して警報を出すんです。なぜ緩やかな温度変化では作動しないか。それはリーク口、つまり空気を逃がす小さな穴があるからです。ゆっくりした温度変化だと空気が逃げちゃって圧力差が生まれないんですね。つまり調理などの急じゃない温度上昇では誤作動しない賢い設計なんです。煙感知器。目に見えない脅威を捉える。次は煙感知器です。煙感知器には主に3つのタイプがあります。1つ目、イオン化式です。煙粒子によるイオン電流の変化を検知します。放射線源、アメリシウムが空気をイオン化して微弱な電流を流しています。煙が入るとこの電流が変化するんですね。1種、2種、3種とあって感度が違います。2つ目、光電式。これは散乱光式です。煙粒子による光の乱反射または遮断を検知します。発光部から出た光は通常時は受光部に届きません。でも煙が入ると煙粒子に光が反射して受光部に届きます。これで火災を検知するわけです。スポット型と分離型、これは現光式があります。3つ目、アナログ式です。煙濃度を連続的に監視します。リアルタイムで状況を把握できるハイテク感知器ですね。ちなみに多くの火災は初期段階で煙を発生させるんです。だから煙感知器は極めて重要な役割を果たします。でも湯気やホコリに反応しちゃうこともあるので設置場所の選択が大事なんですよ。炎感知器。光を捉えて火災を検知。最後は炎感知器です。炎感知器は人間の目には見えない特有の波長の光、紫外線、赤外線を直接検知します。火災時の炎は特定の波長の光を放射するんですね。そのちらつきを検知して作動します。主な種類は3つです。紫外線式。これは UV と呼びます。炎が発する紫外線も検知します。赤外線式。これは IR と呼びます。炎が発する赤外線の特有のちらつきを検知します。紫外線赤外線併用式。これは UV-IR と呼びます。両方を検知して信頼性を高めた方式です。適用場所は天井が高い空間、体育館や格納庫、それから屋内、可燃性液体を扱う場所などです。高い天井だと熱や煙が上がってくるのに時間がかかっちゃうんですよね。だから光で直接検知する炎感知器が活躍するわけです。警戒区域と設置基準、試験の最重要ポイント。さあ、ここからが試験対策の核心です。まず、警戒区域について。警戒区域っていうのは、火災発生場所を特定できる最小単位の区画のことです。原則はこの3つです。原則1、2つ以上の階にまたがらないこと。原則2、面積は600平方メートル以下とすること。ここ試験のポイントです。原則3、一辺の長さは50メートル以下とすること。ただし光電式分離型を除きます。ただし例外もあります。主要な出入り口から内部を見通せる場合、面積は1000平方メートル以下に緩和可能です。縦の空間、階段や昇降路はどうなるか。地上部分は垂直距離45メートル以下ごとに1つの警戒区域です。
地下部分は地下2階以上にわたる階段は地上とは別に一つの警戒区域です。水平距離50メートル以内に複数の階段がある場合はまとめて同一警戒区域にできます。次にスポット型感知器の設置の共通ルールです。ルール1、天井面からの距離。熱感知器は取り付け面の下方 0.3 メートル以内。煙感知器は取り付け面の下方 0.6 メートル以内。理由は何か。熱や煙は天井面に沿って広がるので、なるべく高い位置で捉える必要があるからです。ルール2、壁・梁からの距離。煙感知器は壁または梁から 0.6 メートル以上離します。理由は何か。壁木は空気の流れが滞って煙が到達しにくいからです。ルール3、空調吹き出し口からの距離。すべての感知器は換気口などの空気吹き出し口から 1.5 メートル以上離します。ここ試験の品質です。理由は何か。吹き出しの気流で熱や煙が感知器に届かなかったり、逆にセンサー部が冷却されて作動しなかったりするからです。そして感知器の設置個数です。感知区域ごとに定められた感知面積あたり1個以上を設置します。例えばこうです。作動式・保証式一種は90平方メートルごとに1個以上。低温式特殊は70平方メートルごとに1個以上。低温式一種は60平方メートルごとに1個以上。居室の場合、取り付け面の高さ4メートル未満。耐火工場では一種2種ともに150平方メートルごとに1個以上です。計算例を見てみましょう。条件は床面積150平方メートル、天井高さ3メートル、耐火工場の部屋に作動式スポット型一種を設置する場合です。150平方メートル割る90平方メートル毎個イコール 1.66。これは2個です。小数点以下切り上げです。これが試験で出ます。廊下・通路の場合は歩行距離で設置します。1種2種は歩行距離30メートルごとに1個以上。3種は歩行距離20メートルごとに1個以上。階段・傾斜路の場合は垂直距離です。1種2種は垂直距離15メートルごとに1個以上。3種は垂直距離10メートルごとに1個以上。居室は面積、廊下は歩行距離、階段は垂直距離という違いを明確に。これが試験のポイントです。環境に応じた感知器の選択。さてここまで来たら実践編です。どの場所にどの感知器を設置するのか、これが試験で問われます。シナリオ1です。湯気・水蒸気が多い場所。厨房、給湯室、ボイラー室、浴室の脱衣室。適用するのは低温式熱感知器です。特に防水型が望ましいです。理由は湯気による煙感知器の誤作動を防ぐためです。適さないのは作動式熱感知器。急な温度上昇で誤作動の恐れがあります。煙感知器も適しません。湯気を煙と誤認します。シナリオ2です。人愛・微粉が多い場所。ゴミ集積場、木材加工場、製粉工場。適用するのは熱感知器です。人愛の侵入を防ぐ構造のものです。理由は埃が煙と誤認されるのを防ぐためです。適さないのは煙感知器、埃を煙と誤認します。シナリオ3です。喫煙所、会議室、カラオケボックスの客席。問題点は一時的な煙で頻繁に非火災報が発生する恐れがあることです。解決策は蓄積機能付きの煙感知器を設置することです。蓄積機能って何か。煙を感知してからタイマースタート、5秒から60秒です。一定時間継続して煙を感知したら発砲するんです。これでタバコの一時的な煙では作動しないようになります。試験では蓄積機能が非火災報防止のキーワードとして品質です。シナリオ4です。天井が高く熱や煙が拡散する場所。体育館、工場の高天井部分、劇場の舞台。問題点は熱や煙が感知器に到達する前に拡散・冷却されることです。解決策は2つです。放電式分離型煙感知器。これはビームディテクターと呼びます。広範囲を監視できます。炎感知器。炎そのものを直接検知します。試験に出る重要数値総まとめ。さあ、ラストスパートです。試験で絶対に押さえておきたい数値をまとめます。警戒区域についてです。面積制限は600平方メートル。ここ試験のポイントです。
一辺の長さは50メートル。ここも試験のポイントです。階段の垂直距離は45メートル。ここも試験のポイントです。設置距離についてです。空気吹き口からの距離は1.5メートル。品質のポイントです。壁・棚等からの距離は0.6メートルです。感知器別の設置距離です。ケムル感知器は歩行距離30メートル、垂直距離15メートル。光電式分離型は天井高さの 80%、壁から1メートル以内。ここ品質です。炎感知器は壁からの距離 1.2 メートル。この数字絶対に覚えてください。試験で確実に出ますから。はい、いかがでしたか？火災感知器ってただ設置すればいいってものじゃないんです。環境に適したセンサーが最適な場所に配置されて、神経、つまり配線を通して脳、つまり受信機に正確に情報を伝える。一つ一つの基準の遵守がシステム全体の信頼性を構築します。そしてその知識こそが命を守る技術なんです。試験に合格することがゴールじゃなくて、信頼されるプロフェッショナルとしてのスタートなんですよね。今日学んだことをぜひ試験勉強に生かしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はたるかなでした。バイバイ。このチャンネルではこれからも建築やテクノロジーの面白い話を楽しく分かりやすく紹介していくよ。役に立った、面白かったって人は高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次回の動画で会おうね。はかるかなでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。